サイキックフィーバーのイーサです。歌うことが大好きで、絵を描くことも大好きで、やっぱちっちゃい頃からアートとかファッションとか音楽とかいろんなものに囲まれてやっぱり生きてきたので、そういうものが自分のルーツだったりとかなってくるのかなって思います。僕の血はモロッコと韓国で、日本で生まれ育ったので、やっぱり自分の背後にはそういうモロッコとか韓国のカルチャーもあるんですけど、やっぱり日本で生まれ育ったっていうルーツが自分の中にはあります。バンドリハ1日目ということで、サイキックフィーバーのイーサです。今日は前半をバンドの皆さんと合わせていくと、前半はこの座って歌うコーナーもあるので、そこもしっかりここから詰めていけたらなと思っております。ここからマッシュアップのコーナー、マッシュアップの曲とかもあるんで、ちょっと初のバンドメンバーの皆さんと合わせるので楽しみですね。サイキックフィーバーとしてメンバー7人でやれることすごいたくさんあるんですけど、自分自身は自由さであったりだとか、やっぱり音楽に対する情熱であったりだとか、今回いろんな演出とかパフォーマンスの仕方も用意してあるので、そこを皆さんに届けたいなっていうふうに思ってますし、あとやっぱりリハーサルではこのセットリストとか流れとか、そこすごいこだわって今回作り上げてるので、そこにすごい時間をかけてるなって思います。ありがとう。そのとこまで聞いてくれてるんだよ。今日はプライベートで一番仲いい、そしてリスペクトしている先輩の大門君を先輩です。大門君を先輩です。大門君の家に来ました。僕は普段から絵とか描くのが好きなんですけど彼の絵はすごいリスペクトしてて、普段もよくご飯食べに行ったり、一緒に遊んだりしてる。おはようって毎日連絡してで、寂しい時は電話したり、そんな感じでやらせてもらってます僕は絵を描いてます。こういうエアブラシで描いてます。一回LA でカバー動画を撮影、宇多田ヒカルさんのファーストラブと、あと吉田美奈子の恋は流星のカバー動画を撮った時に、吉田美奈子のマークそうです、めっちゃインスピレーションもらってますね。こうやって多分自分が絵描いたりとか、グッズデザインさせてもらったりとか、そういうのはすごいダイヤモンドの影響というか、すごい頑張ろうって思えるインスピレーションもらえる存在だなって嬉しい思います。13で、でもせっかくだからダイヤモンドのキャラクターも入れてもらいたいな、でちょっと絡ませたいそうだね。絡ませるとしたら前ステッカーついてたやつとか、ステッカー作ってたやつとか、キャラクターね。そうそれをダイヤモンドにアレンジして書いてもらうとしたら、ここら辺すごい描き始めたのは本当に覚えてないぐらいめっちゃ昔から絵を描くのが好きだったのがあって、小学生の時にグラフィティっていうスプレーアートに出会って、僕すごい尊敬してる人から教えてもらってて、ずっとでダンススタジオの裏にずっとスプレーで描いて、そこからやっぱそのアートの楽しさをもっともっと知って、
から今最近は、それこそ最近フィーバーのマーちゃんとかそういうのに携わらせてもらう。胸にあれ入れたら結構ね、いいと思う。まあ自分がやりたいことやってるからこそ、それをさ、なんだろうな、好きだとか、なんか例えばそれに救われたとかさ言ってくれたり、なんかこう単純に絵が好きとかもあると思うけど、それで救われたとかさ、なんかこう何かをやるきっかけになったとかさ、言ってくれる人がいたりするけどさ、やっぱそれってでも自分はその人のことは知らないわけで、でもそこで自分がやりたいことを例えば作るんだったら、それを本当に作りきるというかさ、それやってるだけだから、そういう人に響いたりしてるのが分かるたり伝えてくれたりするとすごい嬉しい。間違いない。俺今ちょうどさ、アルバムのリリースでさ、いろんな県回ったりとかしてるからさ、もろにやっぱそういう言葉もらえる、そのファンの人たちから、それめっちゃ嬉しいし、なんかまだアルバム聴けない状態だからさ、曲を、今回のアルバム超楽しみみたいなめっちゃみんな言ってくれたりとか、最近俺ラジオもやってるから、ラジオ寝る前に聴いてみたいな、それすごい元気もらってますみたいなさ、そういう一つ一つの言葉はマジめっちゃ嬉しいし、それでもっとこれ頑張ろうって思える。めちゃめちゃ大切なものってありますけど、やっぱりファンの皆さんがいなかったら僕たちの活動とか音楽とかって成り立たない部分がすごいたくさんあると思いますし、ただただ自分で好きな音楽作ってそれで自己満足してても多分自分のやりたいこととは違うなと思うので、やっぱりファンの皆さんすごく大切ですし、そのファンの皆さんに喜んでもらえるようなものをたくさん用意してこれからもやっていきたいなって思ってます。でもやっぱ俺結構不器用なんかわかんないけどさ、でも割とそのさ、初対面の人とかもさ、あんまこうちょっと苦手じゃん。そうだね。そういうコミュニケーション。だから今日ちょっと恥ずかしくなっちゃったりとかさ、伝え方がさ、言葉だとさ苦手になっちゃったりするからさ、難しいとこもいろいろあるけど、分かるみたいな。でも俺も音楽にさ助けられた人間でもあるからさ、やっぱ、どんな状況であれそれをさ伝えてくれる人たちがいることはすごい嬉しいし、ちょっとだけここに練習したら、ここでもいいじゃん。多分細く書くのむずい。ちょっとそうもうちょい引くぐらい、ちょっと引くの、これをこういうこと、それを引くのバランスでそうすると速なんじゃん。もうちょっとだけ簡単な方はちょっと一個だけ、これで限界を決めれるから、これで引き切って、オッケーいけるよ。いけるかな。いける。待って。貸して。いいじゃん。はい、ちょっと俺の方がでかくなっちゃったけど、いいでしょ。初めての俺が作ったキャラクターなんだけど、なんか一回ホラー映画見た時に、このキャラクターはいたんだけど実在しないっていうか、なんていうの、出てこないのそのキャラクターが、だけどなんかそのキャラクターが個人的に好きで、そのキャラクター実在してたらどんな感じかなと思って作って、そしたらなんか結構気に入って、そこからいろんな自分でステッカー作ってみたりとかして、でこいつの名前トビーっていうんだけど、トビー俺の初めて作ったキャラクター、だからちょっと今日これを書いてもらいたいなと思って持ってきました。で13はイーサ素晴らしい。完璧。これはちょっとどっかで着ようかなと思います。着てみる？着てみようかな。いいんですか？めっちゃいい。ありがとう。じゃあ今日はですね、初めてヒロさんに僕たちのツアーのパッケージを見てもらう。昨日やっとみんなでリュウシン君以外で通すことができて、課題点もすごいたくさん見つかったんで、
それを生かして今日、もう一回通してみて、より完璧な、より最高なツアーにできるように詰めていこうかなと思ってます。ヒロさんからもご意見いただきつつ、僕らでもいろんな課題点を解決してより良いものを作り上げていけたらと思ってます。自分が最も影響を受けた曲はホットラインかもしれないですね。なんか自分の好きなものとか、なんかわからない何かが分かった一曲なのかなっていうふうに思います。本当に全曲影響を受けているんですけど、ホットラインが一番最初に影響を受けた楽曲なのかなっていうふうに思います。成長した曲はそれこそスプレッド・ザ・ウィングスかもしれませんね。なんかもともとあの曲はデモで上がってきて、何回も家でレコーディング、仮でレコーディング何回もして、全然できなくてっていうのを何回も繰り返して、その時ちょうど15歳とかだったので、自分の中でも、変声期ってものと戦ってたりとか、苦戦した楽曲なのかなって思います。よろしくお願いします。大阪でお願いします。Yeah, long day. Yeah, It's yeah. good. Yeah. Yes, wow. You answer and you have a show, one show tonight. 地元での公演になるので、やっぱ地元帰ってこれて嬉しいですし、最高に楽しめたらと思います。今回結構前半結構落ち着いたパートが多いんで、盛り上げるのはもちろんですけど、歌を聴かせたりだとか、MC だったりだとか、言葉を伝えるっていう意味で、あんまりしんみりした MC とか今までやったことないんで、そういうところを意識してできたらなと思っています。毎回の公演でやっぱ今回ルーツってことで、自分たちのルーツであったりだとか、やっぱこの前回のツアーから今回のツアーでやっぱり今までの曲をアレンジしてより皆さんに楽しんでもらえるような空間も作りたいですし、あとは自分たちの音楽に対する気持ちであったりだとか楽しむっていうのも、皆さんに伝えられたらと思います。ということで3公演目折り返しになるんですけれども、安全第一でお客さん、自分たちが盛り上がったらお客さんも一緒に盛り上がってくれると思うんで、一人一人が最高に楽しんでいきましょう。What time is it? Showtime! Go! 自分は日本で生まれ育ったんで、やっぱり、日本語一番得意ですし、やっぱり日本のファンの皆さんがいなかったら、僕らが海外に行ってライブとかするきっかけにもならなかったと思うんで、めちゃめちゃ大切ですし、全員大切なんですけど、でもやっぱり自分の生まれ育った場所のファンっていうのはすごい大事なものなんじゃないかなと思います。今回はルーツということで、自分たちのルーツでもある先輩方の楽曲、
EXILE さんの Love Us Again と、そして僕たちの、Best for You という楽曲を、ミックスさせて皆さんに、届けようと思います。皆さん、楽しむ準備できてますか？楽しむ準備できてますか？最高です。それでは皆さん、一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。聴いてください。Best for You。僕はその音楽を通してこうある一定のメッセージをそのままダイレクトに受け取ってほしいっていうよりは、例えばもう辛い時でも楽しい時でもその人の受け取り方でその音楽を楽しんでもらいたいなっていう気持ちがあるので、やっぱり僕も音楽に助けられたことがたくさんある分、やっぱそこでサイキックフィーバーの音楽がその一人一人の受け取り方でその人が助かったりだとか、その人が嬉しい気持ち、楽しい気持ちになるってことをすごい願って活動してますし、こう特定の誰っていうよりは一人でも多くの人たちに届けばいいなって思ってます。お届けしましたサイキックフィーバーでした。皆さんありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。皆さんもありがとうございました。気をつけて。はい。よいしょ。よいしょ。そうですね、やっぱり地元に帰ってきたなっていう気持ちもありますし、ある意味3公演目ってことで1公演目2公演目よりはより力を抜けて、余裕もありつつ、ちょっと緊張はしてるけどみたいな感じで、でもいい感じにできたんじゃないかって、めっちゃ楽しかったです。やっぱり自分たちの、もろルーツっていうか、自分たちが培ってきたものであったりだとか、学んできたこととか、あと自分が表現したい歌い方もそうですし、自分たちのやりたいことをダイレクトに届けるつもりで今回やっぱルーツっていうのを表現しているので、そういうのが伝わったらいいなっても思いますし、第一に本当、ライブなんで来てくれてる皆さんが楽しくないと意味ないと思うので、自分たちもめちゃめちゃ心から楽しみつつ、来てくれた人みんながマジ楽しかったなって思って帰ってもらえるようなライブを毎回したいなって思ってます。いろんな音楽を見てきているからこそ、サイキックフィーバーの音楽をもっともっと成長させなきゃいけないと思うし、今回次のアルバムも今回1曲だけですけど書かせてもらったりだとか、いろんな曲、本当アルバム制作期間ずっとセッションとかしてたので、やっぱそういうのを自分のスキルを高めたらよりサイキックフィーバーにも還元できると思うんで、そういう面ではもっともっとやっていかなきゃいけないっていうか、それが楽しいからやってるんですけど、やっていきたいなと思います。でもグループとしてはやっぱいろんなステージにも立っていきたいですし、自分たちの曲がもっともっとたくさんの人に届くっていうのをもっともっと日に日にたくさんの人に届けばいいなって思うんで、やりたいことはいっぱいあるんで、それを一つずつ叶えていけたらなと思います。そうね、ツアーを最後までやりきることだし、それを次につなげなきゃいけないんで、次につなげて、Just Like Thatという以上にたくさんの人に届けたらいいのかなと思います。バイバイ。はい。ということで、なんすか、名古屋公演がね、終わりということで、楽しかったっすよ。今日楽しかった。地元だしね。なんかアットホーム感もあって、家族も見に来てたし。タイだな、そういうの仲良くなったの。そこだわ、絶対タイだわ。タイで共通の友達がめっちゃできて、どこ行ってもどこ買い物行って友達に会っても、今日はいいさわみたいな感じになってる。みんなにニコイチずっとニコイチで動いてたから、片方で動くと今日相方はみたいになる。だけど俺がグループのやつ作りたいって思ったのも、イーサがボーカルだから
ボーカルパート作んなきゃってなったそっから一気に広がったかもしれないですね、俺も。サイキックファーストだけど、そうもちろん。やっぱ2人でやれることもうちょい増やしたいから、むずいね、見せ方っていうか見え方。まあ確かに。まあサイキックとしては今回ツアーをやって、まあもっといろんなステージも立ちたいし、ワールドツアーもちゃんと実現させたいし、まあ、今回アルバム出すから、そのアルバムが、もう本当 Just Like That とあって、それ以上にたくさんの人に聴いてもらえるような、俺らの多分いろんな、まあ、活動の仕方もあるし、曲がもっともっといろんな人に広がって好きになってもらえるように頑張っていきたいなと思ってます。いいっす、そもそもめっちゃシャイだからね、そもそも。そこ直すとかじゃないけど、シャイだなっていうのはすごいひしひし思うっすね。別にそれを直せとは全然思わないけど。まあ、表に立つでしょ難しい部分もありますよ。何がシャイなシャイかどうかわかんないけいいさ、めっちゃシャイだとかど。まして。一人の人がって見るとかさ、そういうの苦手じゃん。社交的ではないかもしれない。この目線とかさ、この人のために歌ってますとか絶対やらないしさ、ま恥ずかしがるじゃん。そういうの嫌だってやるじゃん。あ、まあね、恥ずかしいとかはないけどですよ。とか下見るとかさ。ああんま前見ないなっていうのは俺は思ってた。まあそうね。恥ずかしいじゃん、やっぱ。人の目だったらさ。うわってなる。いや、なんかちょっと、そうね。うってなっちゃうから。だからサングラスとかかけてたら別に見えるんだいや、それはそれ。けど。そう、見える。すごい仕草。すごい最近感じたんだよな、なんか。別にそう思ってなかったけど。いや、日に日になんか恥ずかしいなっていう。なんかステージでガッていけないんだろうなみたいな。まあ歌ってる時はね、別に大丈夫なんだけど、こうなんて、何もしてない時。こうやってやってられないんだろうなみたいな。まあそう俺も思うし、俺もなるけど。別に一ウォ人だけ。リアーズの時とかさ、ああ、そうね。どこ見たらいいんだろうこれみたいな。一人だけじゃないからなと、お客さんって。タイキック昔あったのが、MC やる時もめっちゃ後ろに立つの。そのステージがこうあるとしたら、で、前がこっちだとしたら、この辺に立つんだ。この辺立つの。ビビってる。鬼ビビり。いいさ、未だにビビりしてるから、それで。うん。もう後ろ下がるもん。すぐみんなより一列後ろにいる。日本もね、まあ言語の壁ってでかいけどね、やっぱ日本だけやっぱ特殊だから、日本語喋ってる国って日本以外ないから、まあ、そこが難しいんだよね、アジアって。まあでもね、今、シティポップのさ、昔の曲とか、いろんなアーティストサンプリングしてですね、近い未来、もっと日本の曲が身近な存在になっていくことを、俺らも頑張んなきゃいけませんね。皆さんに感謝って感じではありますけど、でもそれを少しずつ自分たちのできるところとか、こだわりとか持って、リスペクトを持って、いろんな人と一緒にスキル上げていけたら、もっとサイキックフィーバーが良くなっていくじゃないですけど、まあ、サイキックフィーバーって多分7人だけじゃなくて、いろんな関わってくれてる人が、まあ、僕たちのことを好きでやってくれてる人がもしいたら、その人のサイキックフィーバーだと思うので、みんなで一つになって頑張っていこうと思います。サイキックフィーバーの剣です。